恋の殺人。僕たちが二人して関わった数々の盗みのうち、ある程度の長さで語るに耐えるものはほんのわずかしかないと僕は思う。他のものにこの僕でさえ語るのをためらうような詳細が含まれているからではない。むしろまずいことが何一つ起こらなかったがゆえに、今の僕の目的には役立たないのだ。実のところ僕たちの計画はラフルズの手であまりに巧妙に練られていたので、仕事にかかる前には手違いの起こる余地は決まって最小限まで抑え込まれていた。掘り出し物の市場価値に失望させられることはあっても、思いがけない障害に出くわしたり、まさに劇的な板挟みに陥ったりするのはごく例外的なことだった。獲物にすら似通ったところがあった。というのも、もちろん僕たちがかけた手間と犯した危険に見合うのは最も高価な宝石だけだったからだ。要するに僕たちの一番見事な手柄ほど物語の形にしてみれば何よりも退屈極まるものになるだろう。中でもミルチェスターのクリケット週間から8、9週間後のアーダー家のエメラルドも一件ほど味気ないものはあるまい。だがその一件には僕たちの他の全ての押し込みを束にしたよりもむしろ忘れてしまいたいような後日談があったのだ。それはアイルランドから戻った翌日の夕方のことだった。僕は自分の部屋でいつものように盗品をさばきに出かけたラフルズを待っていた。ラフルズにはこの僕たちの家業の極めて肝心な部門を取り仕切る彼独自のやり方があった。僕としてはそれを丸ごと彼の手に委ねておくのに何の不満もなかった。彼はけばけばしくも薄汚れた手合いに薄く巧みに身をやつし、しかも決まってコックニーなまりで取引をまとめていたらしい。そのなまりにかけては彼は自分を玄人に仕立て上げていた。おまけに彼はいつも決まって同じ小売屋を使った。その男は表向きはちっぽけなそれでいて悪名高い金貸しだが、その実ラフルズ自身に劣らず並外れた悪党だった。最近では僕もこの男のところへ行ったことがある。ただしこちらはそのままの姿でね。まさにそのエメラルドを手に入れる元手が言って、僕は思った通りの条件で100ポンドを工面した。相手は物柔らかにしゃべる白ひげの老人で、人をへつらうような笑みを浮かべ、絶え間なくお辞儀をし、そして眼鏡の縁から縁へとせわしなく動くずるそうな老いた目をしていた。こうして今回は戦の元手と最後の戦利品とが全く同じ源から出ることになった。この巡り合わせは僕たち二人の気に入った。だがまさにその最後の戦利品を僕はまだ目にしていなかった。そして黄昏が深まるにつれ、嫌が上にも募る焦りとともに僕は待ちに待っていた。開け放った窓辺で下の通りを行く人々の顔がもう見分けられなくなるまで、僕は姉さん案よろしく見張りを続けていた。そして今やおぞましい憶測に締め付けられて行きつ戻りつしていた。その締め付けはついに外で昇降機の扉がガシャンと開いた時、磯きつくなり、やがて聞き慣れたあの調子の叩き方がドアに響くまで僕の息を止めさせた。真っ暗じゃないか。と僕が引きずり込むとラフルズは言った。おやバニーどうかしたのか。なんでもない。君が来てくれた今となってはね。と僕は言い、安堵と不安に熱を上げながら背後でドアを閉めた。で、どうだった？いくらになった？ 500 だ。現金で？ポケットに入っていると思う。さすがだと僕は叫んだ。どれだけやきもきしたか君にはわかるまい。明かりをつけよう。この1時間というもの、君のことばかり考えていたんだ。僕は間抜けにも何かまずいことになったんじゃないかと思ってね。白い光が部屋を満たした時、ラフルズは笑みを浮かべていた。だがその一瞬、僕はその笑みの妙な様子に気づかなかった。自分のついさっきまでの怯えと今の安堵とで、僕は愚かしくも頭がいっぱいだったのだ。そして僕の最初のしくじりは、この機会にすぐさま礼を尽くそうと気をもむあまり、ウイスキーをこぼし、ソーダ水をそこら中にまき散らしたことだった。それじゃ何か起きたんじゃないかと思ったわけか。と、ラフルズは僕の椅子にゆったりもたれてタバコに火をつけ、ひどく面白がりながら言った。もし何か起きていたら、なんというかね、落ち着きたまえね、君。
大したことじゃないし、もうすっかり片付いたよ。手厳しい追跡、しかも長丁場だったよ、バニー。だが今度ばかりは、こちらが風上に立てたと思う。その時僕は不意に気づいた。彼の襟がしなびて、髪がもつれ、靴がすっかり埃まみれだということに。警察かと僕は仰天して囁いた。いやいや、まさか。ただの老いぼれベアードさ。ベアードだが、エメラルドを引き取ったのはベアードじゃなかったのか？そうとも。では、どうして君を追ったりしたんだ？ねえ、君、機会をくれれば話すよ。本当に、これっぽっちも興奮するようなことじゃない。老いぼれベアードのやつ、僕がやつの思い込んでいるようなありきたりの金庫破りじゃないと、とうとう見破ったのさ。それで僕を巣穴まで追い詰めようと、躍起になっていたわけだ。それを、大したことじゃないというのか？奴が成功していたら大したことだろうさ。だが、それはまだこれからの話だ。とはいえ、当座は肝を冷やさせられたよ。これも、こんな家から遠いところで仕事をしたせいさ。あの老いぼれは、長官にことの一部指示を載せていてね。奴は知っていたんだ。これは紳士で通せる手合いの仕業に違いないとな。だから、僕が当のその男だと告げた途端、奴の前がピクリと上がるのが見えた。ペーパーナイフで切れそうなほど鼻にかかった相変わらずの鉛でね。僕はなんとか逃れようとした本物の伊達男の仲間がいるんだとやったが自分でボロを出したのはまざまざと分かったよ。奴は値引き交渉をやめた。まるで嬉しがるみたいに僕の稲を払った。だが僕が立ち去ろうとすると奴が後をつけてくるのを感じたんだ。無論振り返って確かめたりはしなかったがね。なぜしない？ねえパニー、それこそやってはいけない最たることなんだ。こちらが疑っていない顔をしている限り、向こうは距離を保つ。そして距離を保っている限り、こちらにも勝ち目がある。ひとたび尾行に気づいたと悟られれば、あとは逃げるか戦うか、死に物狂いさ。僕は振り返りさえしなかった。君も、いいか、同じ窮地では決して振り返るなよ。僕はただブラックフライヤーズまで急ぎ、ありったけの大声で、ハイストリートケンジントン行きの切符を買った。そして列車がスローンスクエアを立つ間際にキョンと飛び降り、階段という階段をテントフよろしく駆け上がり、裏通りを回ってアトリエへ戻った。さて、念のため、僕は午後中そこに身を潜めて、これっぽっちも怪しい物音は聞かず、ただ忌々しい天窓の代わりに、外を覗ける窓があればと願うばかりだった。とはいえ、人気はないようだったし、ここまでは、奴がついてくるというのも、ただの僕の思い込みに過ぎなかった。実際についてきたという証拠は何もなかったんだ。そこでついに僕は自分の素の格好で出ていった。そして早く老いぼれベアードの腕の中へ真正面から飛び込むところだったのさ。一体どうしたんだ？生まれてこの方一度も見たことのない男みたいに奴の前を通り過ぎたよ。実際その時は見ちゃいなかったしね。それからキングズロードで辻馬車を捕まえてクラパムジャンクションまで猛烈に飛ばした。切符も買わずに一番近いプラットフォームへ駆け込み、目についた最初の列車に飛び乗って次ケラムで降り、全速力でリッチモンドまで歩いて引き返し、地下鉄でチャリングクロスまで来て、そしてここにいるというわけさ。一風呂浴びて着替えてクラブで出せる限りの最高の夕食にありつく支度万端だ。まず君のところへ来たのは心配しているかもしれないと思ってね。一緒に来てくれ。長くは引き止めないから。奴を撒いたのは確かなんだろうな。と、二人で帽子をかぶりながら僕は言った。確かなもんさ。だが、念には念を入れておこう。とラフルズは言い、僕の窓辺へ行って、しばし下の通りを見下ろして立っていた。大丈夫か？と僕は尋ねた。大丈夫だ。と彼は言った。そして僕たちはすぐさま階下へ降り、腕を組んでオールバニへと向かった。だが道々、二人とも妙に口数が少なかった。僕はといえば、ラフルズがチェルシーのアトリエをどうするつもりだろうかと気をもんでいた。とにもかくにも、彼はそこまで守備よく尾行されてしまったのだから、僕にはこの点が差し迫った重大事に思えたのに、口に出してみると、彼はそれを考えるのはまだ十分間に合うというのだった。彼が口にしたもう一つの言葉は、僕たちがボンドストリートで、ちょうど悪評を立てられかけている顔見知りの若い放蕩者に会釈した後のことだった。気の毒なジャック・ラターだ。と、ラフルズはため息混じりに言った。あして身を持ち崩していくやつを見るほど悲しいものはないね。酒と借金で半ば気が触れているんだ、哀れなやつさ。
あの目を見たかい。それにしても今夜あいつに会うとはな。あいつの身ぐるみを剥いだのは他でもない老いぼれベアードだという話だ。畜生、僕こそ老いぼれベアードの身ぐるみを剥いでやりたいよ。そして彼の口調は不意に低く激しい怒りを帯びた。それはその後に続いたもう一つの長い沈黙によって一層際立った。その沈黙は実のところクラブでの見事な夕食の間中続き、僕たちが喫煙室の静かな一隅にコーヒーと葉巻を手に落ち着いてからもしばらく続いた。やがてついにラフルズがあの気だるげな笑みを浮かべて僕を見ているのに気づき、僕は彼の不機嫌の発作が終わったのを知った。僕がこの間中何を考えていたか君は気になっているだろうね。と彼は言った。物事を中途半端にやるなんてなんと愚かなことかと考えていたのさ。ふんと僕は彼の笑みを返しながら言った。それは君自身には向けられない非難だろうそうとも言い切れないな。とラフルズは物思わしげに煙をくゆらせながら言った。実のところ僕は自分自身のことよりも哀れなチャック・ラターのことを考えていたんだ。あそこに物事を中途半端にやる男がいる。あいつは半分しか身を持ち崩していない。あいつと僕たちの違いを見てみろ。あいつは性悪な金貸しに首根っこを押さえられている。僕たちは支払い能力のある市民だ。あいつは酒に溺れた。僕たちは金回りと同じくらいシラフだ。あいつの仲間はあいつをつまはじきにし始めている。僕たちの方は押しかけてくる仲間を玄関から追い払うのに苦労するありさまだ。要するにあいつは恵んでもらうか借りるかしている。それは盗みを中途半端にやっているようなものさ。だが僕たちは堂々と盗んでそれでケリをつける。明らかに僕たちのやり方の方が正直なんだ。それでもどうも気になるんだよ、バニー。僕たちもまた物事を中途半端にやっているんじゃないかとね。なぜだ、これ以上何ができるって言うんだと僕はやんわりとあざけりながら声を上げた。とはいえ聞かれていないかと念のため周りを見回した。これ以上何がだってとラフルズは言った。そうだな、例えば殺人さ。バカな。意見の分かれるところだな。ねえバニー、僕はバカなつもりで言っているんじゃない。前にも言ったろ、この世で一番の大物は殺人を犯しておきながらまだ捕まっていない男だと。少なくともそうあるべきなんだ。だが当人がそれだけの器量で自分を評価できることは滅多にないよね。考えてのみろ。こんなところへ入ってきて男連中と話をするんだ。多分その殺人そのものについてね。そしてそれを自分がやったと承知している。連中がもし知ったらどんな顔をするだろうと思いを巡らすんだ。あ、それは痛快だろうな。全く痛快だ。だがそれだけじゃない。捕まった時には時義深くも劇的な最後が待っている。数週間ばかり世間を賑わせて、それから公害の華々しい騒ぎとともにパッと消えるのさ。7年だの14年だの大ぞましい安息の中で朽ち果てたりはしないんだ。さすがはラフルズだと僕はクスクス笑った。夕食の時の不機嫌も許してやる気になってきたよ。だが僕は生涯これほど本気だったことはないんだ。続けたまえ。本気で言っているんだ。他のことならいざ知らず、君が殺人を犯したりしないことくらいよくわかっているよ。今夜その殺人を一つ犯すつもりだということは僕にはよくわかっているよ。彼はサドルバックチェアに深くもたれ、気だるげなまぶたの下から鋭い目で僕を見つめていた。それが今ぐいと身を乗り出し、その目が鞘から抜き放たれた冷たい鋼のように僕の目へと踊りかかった。それは鈍い僕の頭にまっすぐ突き刺さった。その意味はもはや疑いようがなかった。この男を知り尽くした僕は握りしめられた両手に殺意を読み、固く結ばれた唇に殺意を読み、そしてあの冷たく青い目には100もの殺意を読み取った。ベアードかと僕は舌で唇を示しながら声を震わせた。もちろんさ。だがシェルシーの部屋のことはどうでもいいと言ったじゃないか。あれは嘘だ。それにその後奴を撒いたんだろう。あれも嘘だ。撒いてなどいない。今夜君のところへ上がってきた時には撒いたと思っていたんだ。だから君の窓から外を覗いた時覚えているだろう。念には念を入れようと奴が下の向かいの歩道にいたのさ。
それなのに一言も言わなかったのか。君の夕食を台無しにしたくなかったし、僕の夕食を台無しにされるのもごめんだったからね。だが、奴は紛れもなくそこにいた。そして案の定、僕たちをオルバにまでつけてきた。奴にとっちゃ、さぞ面白い駆け引きだろうよ。あの癒しを置いた根性にぴったりの駆け引きさ。僕からはゆすりを、警察からは正気の両方をせらせるんだ。だが、僕相手にその手は使わせない。生きてそうはさせるものか。そして世間は、ゆすり屋を一人減らすことになる。ボーイ、スコッチのウイスキー、ソーダを2つだ。11時に出かけるよ、兄。これしか手はないんだ。では、奴の住まいは知っているのか？あ、ウィルズデンの方で、しかも一人暮らしだ。あの男は、他のことはともかく、主戦度でね。との昔に、何もかも調べ上げてあるんだ。僕はもう一度、部屋を見回した。そこは若者たちのクラブで、あらゆるところで若い男たちが笑い、おしゃべりし、タバコをくゆらせ、酒を飲んでいた。一人が煙越しに僕に会釈した。機械のように僕も会釈を返し、うめき声とともにラフルズに向き直った。せめて、奴に機会を与えてやってくれと僕は言い募った。君の拳銃を見せるだけで、奴は手を引くはずだ。奴はそれを守りはしないさ。だが、効き目を試してみるくらいは？多分、そうするだろう。これは君の一体だ、バニー。僕の幸運を祈ってくれ。僕も行くよ。来てほしくないね。だが、行かなきゃならないんだ。鋼青色の目から嫌な光がひらめいた。邪魔をするためにか。とラフルズは言った。そんなつもりはない。約束できるか？できるとも。バニー、もし破ったら。僕も撃てばいい。間違いなく、そうするとも。とラフルズは厳かに言った。だから、来るなら自分の身は自分で守ることだ。ねえ、君。とはいえ、来るというなら、そうだな。早いに越したことはない。途中で僕の部屋に寄らなきゃならんからね。5分後、僕はオールバニのピカデリー側の入り口で彼を待っていた。外で待っていたのには、訳があった。それは、こんな思い、半ば希望、半ば恐れの、だった。アンガス・ベアドがまだ僕たちをつけているかもしれず、金貸しと僕とが不意に出くわせば、もっと手っ取り早い、もっと血生臭くない奴の始末の仕方が見つかるかもしれない、と、奴に危険を警告するつもりはなかった。だが、何としても惨劇だけは食い止めるつもりだった。そして、そんな出くわしも起こらず、ラフルズと僕がいよいよウィルズデンへの道を進んでいた時も、それはまだ僕の偽らざる決意だったと思う。やむを得ない限り、約束は破るまい。だが、その気になれば、決められた罰を受けて約束を破ることもできるのだ。そう思うのは、心の慰めだった。はあ、残念ながら僕の善意は、貪るような好奇心に毒されていた。そして、恐怖と表裏一体をなすあの魅惑に、覆い隠されていたのだ。あの家にたどり着くまでの1時間のことを、僕は胸を刺すように覚えている。僕たちはセント・ジェームズ公園を横切って歩いた。あの明かりが今でも目に浮かぶ。橋の上で煌々と輝き、水面でぼやけていた。そして、ミルズデン行きの最終列車を数分待たねばならなかった。11時21分発だったと覚えている。そして、それがケンサル・ライズまで行かないと知って、ラフルズは機嫌を損ねていた。僕たちはウィルズデンジャンクションで降り、街路を抜けて、たまたま僕にはまるで初めての、随分と開けた田園地帯へと歩いていった。あの家を、僕は二度と見つけられないだろう。だが覚えているのは、森と野原の間の暗い小道を歩いている時に、あちこちの時計が12時を打ち始めたことだ。きっと、と僕は言った。奴はもうベッドで眠っているだろうね。そうあってほしいね。とラフルズは険しく言った。では、押し入るつもりなのか？他に何だと思っていたんだ。そんなことは、まるで考えていなかった。あの究極の犯罪のことが、僕の頭を独り占めにしていたのだ。それに比べれば押し込みなど些細なことだが、それでも好ましくないことに変わりはない。明白な懸念がいくつも見えた。あの男は金庫破りとそのやり口に通じている。きっと拳銃を持っているだろうし、先に使ってくるかもしれない。願ったり叶ったりさ。とラフルズは言った。それなら1対1の勝負。
下手に撃った方が悪魔に持っていかれるというわけだ。僕が正々堂々より卑怯な手を好むとでも思っているのか。だがどちらにせよ、奴は死なねばなら。さもなくば、君と僕が長い臭い飯を食うことになる。それでもこんなことをするよりはマシだ。では、君はそこにいたまえ。ねえ、君。来てほしくないと言ったろう。それに、ここがその家だ。じゃあ、おやすみ。僕には家らしきものはまるで見えなかった。ただ夜の中にポツンとそびえる高い塀の角があるばかりで、星明かりが砕けたガラスの胸壁の上できらめいていた。そして塀には竹高い緑の門がトゲをびっしりと生やして立ち、新しく作られた道路に外れの街灯がかすかな光を投げかける中、波状ついでも暗いとばかりの面構えを見せていた。そこはポツンと一軒だけ建ったこの家を片端に置いた建築用地ばかりの道路に見えた。だが夜があまりに暗くてぼんやりした印象しかつかめなかった。